はい、こんにちは、ゆうかです。ですね、8月も中旬で、今日は8月の28日の、魚座ですね、魚座満月の情報をお送りしようと思います。魚座ですね、魚座満月の情報をお送りしようと思います。サウス5はまだオフシーズンで、今雨季なんですけど、モンスーンの時期で、やっぱりそのトロピカルな場所だから、冬はないんだけど、ものすごい雨が降ってるか、すごい夏かっていう感じで、なんかそのパパイヤとかさ、マンゴーとかそういうのがたくさん、マンゴーとかトロピカルフルーツですよね。カシューナッツがなったりだとか、なんかそういう場所なんですけど、私もともと優香っていう名前の香が夏っていう字なんで、すごいトロピカルな場所が好きで、なんか自分の中のイメージとして、なんかやっぱりトロピカルな場所に住みたいなってなんとなく思ってて、でなんだかんだ今そういう場所に住んでるんですけど、ちょっと話は脱線しましたけど8月の28日の魚座満月ですねについてお話をしていこうと思っています。今回のですね、太陽が9ハウスかな、9ハウスの、乙女座にあって、そして、月が3ハウスの魚座なんですね。でこのラインっていうのは結構自分はもう意外とできてるなって思ってるっていうか、例えばその9ハウスって割とスピリチュアルな場所で、乙女座っていうともう結構それがディシプリンっていうか、ちゃんと日常生活で落とし込めてるしやれてる。だからお仕事されてる方は自分はそれなりに頑張ってるし、お給料も取れてるぞとか、なんかこう例えばお子さんの教育方針とか、それなりに自信がある、自分は自信があるぞとか、自分の考え方はもう間違ってないんだっていう気持ち、それはどんなジャンルでも、私はスピリチュアリティっていうか冷静さっていうのに興味があるけど、人それぞれスタンスってきっと違うと思うんですよ。やっぱり社会ですごく成功されることがすごく重要な方もいるでしょうし、家庭内をしっかりやっていくことがすごく重要って方もいるでしょうし、本当に日常的な些細なことをきちんと回していくってことが重要な方もいるでしょうし、その皆さんのあと男性と女性でもきっとスタンスが皆さん自分で大事に思ってることっていうのが皆さん全然違うと思うんですね。でその中で自分はこの考え方は合ってると、自分の中でも今まで努力もしてきたし熟考もしてきていると。だからいい状況であると思うし、これでいいんだって思う。だけどなんかそこに天王星のスクエアっていうなんかバシッとなんか横ラインがボンと入ってて、ロックハウスなんですけどに入ってきていて、双子座が入ってきてるんだけど、その普通のことをしてるんだよ。日常のさ、学校に子供を送ってったり、日常的に朝ごはんとか作ったり食べたり、会社だったら会社に日常的なことを言ったりとかさ、普通のことをしてるんだけど、突然そこがすごく揺れるっていうか、人それぞれどう揺れるのかっていうのはまた違うと思うんだけど、今までもう絶対自分でそうだよねって思ってたことを確信を持って、いやもう私はできてるしちゃんとできてるし、自分の考え方は絶対もう正しいんだって思ってたようなことがガタ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 ってなんか揺れるっていうか、それであれってなんかちょっとこれ違ったのかなっていう、全くなんか自分の中の限界みたいなもの
とか自分がもうそうじゃんって、もう例えば私はもう先生だよとかね、教師歴何年だよとかね、私もさそのヒーラー歴25年なんですけど、25年だよとかさ、なんかそういうさ、なんか変なプライドみたいなものがあった時に、もう私がそう思ってるんだからそれは絶対そうだよねって言ってることが、なんかこう本当に根底からこうガタガタってこう覆されるっていうのかな、なんかそういうような地震のようなことが起こるような満月なんですよ。でもそう言っちゃうと怖いけど、獅子座の、木星と8ハウスか、木星と土星ヤギ座っていうのでこうラインが入ってて、でなんか違う土台があって、そこにこう着地できますよっていうふうに言われてて、自分はそこでガタガタガタって思うんだけど、あれってなんか違う土台あったじゃんっていうふうになんかこう目が覚めるっていうか、私最近その来週からヴィパッサナ瞑想に行こうとしてまして、インドって、まあ、ヴィパッサナ知ってる方は知ってるし、ヨガとかされてる人は今結構絶対ヴィパッサナは、言っとけみたいな感じで行かされてる方も多いと思うんだけど、日本だと千葉と東京千葉と、京都ですねにセンターがあって行えるんだけれども、インドはもうさブッダが一応覚醒した場所だから、でもそれでもさヒンドゥー教とかいろいろ迫害を受けて、最初ミャンマーに行ってインドにまた来てって感じで、でもインドはもう120何箇所かすごいいっぱいセンターがあるんですよ。で私が住んでるところからもう実はバイクで15分ぐらいのところにセンターがあって、で結構気軽ではないけどね、もちろん10日間瞑想するので、10時間とか瞑想するのでそこまで気軽じゃないんだけどに行こうと思って、なんでかっていうと今オフシーズンって言っても9月からだんだんオンシーズンになってきて忙しくなるんですけど、忙しくなる前に行こうと思って行くんだけど、そのヴィパッサナ瞑想のことでそのアニッチャっていう言葉があって、でアニッチャっていうのがその物事をなんか執着しないっていうか、ただ見てるって観察してなさいっていうことなんだけど、まあ、手が痛いとか感情がこういうふうに落ち込んでるとかなんて言うんでしょうね、まあ、こう痛いとか喜んでるとかそういうことですらも、それはいずれ通り過ぎていくから、それを観察してなさいっていう、その起きてることと自分っていうのをこう切り離してみる練習なんですね。でそれをこうできるようになってくると、起こってる物事っていうのはただ起きてるだけで価値がないってわけじゃないんだけど、まあ起きてるだけなんですよね。だから本当の価値っていうのはすごくこう分かるかな、深いところにあるっていうか、だから私たちはさ、そのできてる起こってくる現象に対してなんかこう価値を持っちゃうじゃないですか。これを達成できたとか、なんだろう、自分がこういう ID を持ってますとか、なんだろうな、なんかこうすごく喜ぶようなことが起きましたとか。だけどその真実っていうのはその外側にないっていうか、内側にある、もともとある。だから全ての人は実はそのこう価値というか、全ての人には全ての中心があって、で今っていうのをある意味どんな状況でも喜ぶことができる、そのもの起きたことに対して反応してなければね、まあすごいいいことが起きた、悪いことが起きたとか、すごく落ち込むようなことができたってことに反応しなければ、すごくそこにこう分かりますかね、センターがずっと持ってられるみたいな、切り離すような瞑想法なんだけど、でもそれもある意味なんか久しぶりに行ってみようと思ったんだけど、ヴィパッサナ瞑想にね、私にとっては
そうだったなっていうことを思い出させてくれることって今回のそのスクエアの話で、やっぱり人間っていうのはその達成した出来事を目標としがちであるっていうか、なんか何者かになりたいと思ってしまうとかね、そういうことが重要なこと、目的が重要であるって思っちゃうけど、本当はその流れていってるもので、真実は自分の内側にあるじゃないですか。だから私もそうだなっていうところに立ち返ろうと思ったんですけど、そんな感じでこれは私の場合なんですけど、もっとその日常的なことですよね。日常的な、みんなそれぞれ違うと思うんですよね。自分の中でいや絶対自分が考えてること正しいじゃん、やっぱり自分で考えてることを否定したくないのが普通じゃないですか。でどっちかというと相手が悪いって思いたいっていうか、相手のミスであるとか、なんかこう自分が考えてることとかが悪いって思いたくないじゃない普通は。だから人を悪く思った方が楽だったりとかするけど、でもそれをもしかしたら自分が考えてることっておかしかったのかもみたいなことが本当に日常的な些細なことからガタ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 って揺れる。それは人それぞれ違うと思うんですよね。なんかちょっとこの病気になるとか、なんか異常に落ち込むとか、なんか経済的なもの、その8ハウスとかが、入ったりするんで、木星のが突然お金が本当にないとかさ、いろんなことかもしれないんだけど、ちょっと自分の縛りっていうのをもう一回見直してみましょうねみたいな、そういう満月なんですね。でも無事に安全地帯に着地しますんで、そこは心配ないと思うんですけど、人それぞれぜひね、皆さんそれぞれ自分のプロセスをね楽しんでいただけたらと思います。ではありがとうございました。ゆうかでした。満月をお楽しみください。あとですね、先ほども言いましたけれども、9月1日から私は12日ほどですね、ビパッサナセンターに行きますので、その時携帯とかも取られちゃうんですよね。連絡とか一切できないんですよ。だから一応というか、そのZoom とか Skype を使ってのオンラインのセッションとか、メールセッションとかいろいろやってるんですけど、遠隔とかね、そちらのお問い合わせも答えられなくなりますので、ちょっとご了承いただけたらと思います。ではありがとうございました。ゆうかでした。満月をぜひお楽しみください。あと次の配信とかは一応なんて言うんでしょうか、ブッキングっていうか、そこで配信してくださいっていうふうにレコーディングをしてますので、ちょっとその間にも配信は行いますけれども、メールの返信だけねできないので、そちらの方はよろしくお願いします。ではゆうかでした。ありがとうございます。